皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。以前動画をお送りしたイロクチャンネルのミロックさんから荷物が届いております。以前動画のお礼にシューマイを作ってくださって、ミロックさんは美味しかったね。料理人さんなんでですね、シューマイを作って送っていただいたんですが、どうもそのシューマイの味に納得がいかなかったらしく、また作り直してお送りしますと言ってくださってたんで、おそらくシューマイじゃないかと思うんですけど、さて何を送ってくれたのでしょうか。開けてみましょう。いきます。おそらくシューマイですね。ですね。いきます。開けます。どうかなんと果たし状が来ました。果たし状が来ました。リベンジ、やっぱでもリベンジは当たってましたね。そしてじゃん、餃子でした。餃子、なるほど。でも美味しそう、めっちゃ美味しそうなが。シューマイのリベンジで餃子が届きました。これは絶対美味しいやつでしょう。今日は晩ご飯これに決定です。私上をちょっと読んでみてください。いつもお世話になっております。お疲れ様です。先日のシューマイはなかったことにだから改めて生餃子を送らせていただきました。5枚を上から多めにかける。蓋をしてなるほど。今晩これでの美味しいよ。今日は海苔網をあげる日なんですけど、もう夜が明けて今現在6時半前で、そしてじゃん、視聴者さんから緊急な泡しをいただきました。ホイッスルまでいただきました。ありがとうございます。ちょっとこれをつけてから出航したいと思います。じゃじゃーん。なんとたまたまですけどぴったり。問題は落ちた時果たしてここまで泳いでこれるかどうかです。めっちゃ響くなこの笛。こちらが牡蠣であちらが海苔です。海苔の方向に向かって一直線に行きます。もうでもすぐそこなんですぐ着きます。さて海苔のところに到着しましたけど、まだ揚げてないですね。ちょっと時間待ちをします。問題はちょっとやれるかどうかですね。とにかく海苔と海藻でもう全然もうこの周りやれなかったんで、海苔揚げた後がどうなのかもう道具受け付けてくれないぐらい海苔があったら、もう海苔とか海藻があったらもう魚入りませんのでね、それがなければいいんですけど、どうでしょうかね。みんなはもう周りを漕いでおります。ちょっと見えないでしょうけど、 GoPro なんで遠く映るんでちょっと見えないでしょうけど、皆さんもう漕いでおります。周りを海苔を待ってる間にこないで当たった回です。当たった時はもっと綺麗だったんですけど、ちょっともっと緑だったんですけどね、ちょっと緑が落ちてきております。入っていきます。いつものパターンですと最初の網はもう童顔か赤ゲタ、イイダコ、ヒラメが当たったらラッキーかなみたいな感じだと思います。だんだんみんなが寄ってくれば昼ぐらいからシャコとかテナガに変わるんじゃないかなと、いつもの感じだとそういう感じで思っております。さて1番目が上がりました。泥抜き中です。どうやら海藻まみれではなさそうですけど、爪の上になんかちょっとゴミが乗っちゃって、片方の袋は何も入ってないかもしれませんね。下網は何も入ってないかも。やっぱり童顔。でも1番目からシャツが降りますね。1番目はやっぱり予定通り童顔です。この辺はもう例年通りですね。こっちの網はシャコ見えてますけど小さいな。めちゃくちゃちっちゃい。これ収穫できないですね、この小ささでは。一応拾えるのもいますけど、もう子が入っております。イイダコがちょっと思ったより少ない、1つしかいませんね。まあ、車庫をやればやるだけ増えてきますんで増えてくると思うんですけど、
ちょっとこのサイズではどうにもならないですね。これも子が入ってますけど拾えないサイズですね。もうすぐそこに船が、もうみんな乗り網の後だけ舞いますんで、船がかなり接近しますけど、これでも昔よりはまだ全然大丈夫な方です。昔はですね、もっとこれの4倍いましたんでですね、もっと本当もう道具同士が喧嘩したりもすごかったですけど、今はもう本当船が減ったんで、船が近くになっても楽ですね。かわせますんで、もう本当かわせないぐらい船いましたけど、こういうとこやるとき気をつけないといけないのは、自分の船ちょっとめっちゃ速いんですよね。普通に同じ2600回転700回転2600から700回してもなんか人の船より速いんでね、そこ追いついちゃうんですよね。それが怖いです。回転数下げたらちょっと入りが悪くなるんで、あんまり回転数は下げたくないところです。しかし車庫が小さすぎますね。これじゃいくらなんでも拾えないでしょ。こんなちっちゃいのばっかりだ。まあでもやっていれば徐々に大きいのも出てくるとは思います。だんだん車庫は多分増えていきます。昼前が多分ピークでしょうね、車庫の。こんなちっちゃい車庫までこう持ってるという、もっともっと小さいやつでも持ってます。これなんかも持ってますね。しかしこれじゃ車庫見えとるだけやないか。拾えるのほとんどないですね。これがギリギリでしょうかね、10センチ。2番目です。平木貝を発見いたしました。よいしょよいしょ。もうそろそろ2番目で誰かヒラメぐらい取ってるんじゃないでしょうかね。よいしょ。いやー、エビとシャコですけど、シャコがこれでは拾えない。この網も明らかに1番目よりもシャコ増えてますけど、ただ拾えないシャコが増えただけみたいな、ちっちゃい。秋から成長はしてるみたいですけど、成長しても知れてますね。よいしょ。もともと秋が小さすぎましたからね。秋がこれぐらいだったんで、成長してもこれぐらいだとどっちにしても拾えないという。今年の海苔の人はちょっと厳しそうですね。これはシャコが拾えないサイズがいません。面白いもん発見しました。何これ、動いております。貝かな。でも貝が切れたかと思ったら違いますね。ちゃんとこれで完結した生き物ですね。初めて見たな。貝かな。でもやっぱりなんでしょうかね。つくし、まさにつくし。面白い生き物です。鳥貝もいました。あとは平木こしらえました。ここではやっぱりやってないとこなんでいるみたいですね。ダメなんでいないかと思ったけど、普通基本砂地の方に多いんですけど、ここでまだ残ってるみたいです。ダメですけど、ここはさすがにやってないんでまだいますね。シャコがもう全然拾えません。エビは2番でちょっと見えないけど、いるんですけど、シャコ2番でやっと10センチ以上がこれだけです。恐ろしや。キュウリは2番でこれだけです。エビは見えてるんですけどね、やはりちょっとシャコがいてほしいとこです。ノリは置きベタ、中間ベタ、岡ベタって3箇所あるんですけど、今日はなんか中間と丘上げるようになってたんですけど、今置きベタをここ上げたんで回ってますけど、中間ベタをやっぱりなんか上げるみたいなんで、上げてるみたいなんで、ちょっとこちらの方へ、中間ベタの方へ移動してみたいと思います。今中間ベタ
上がったっぽいですね。みんなだんだん分散していってます。さて中間ベタに来ましたけど、中間ベタの1番目です。まあ同じようなもんだと思うんですけど、入ってるものは。塩かもしれませんけど、大きベタより良さそうですね。だから物が大きいです。大きベタより動画なんかも大きいですね。シャークなんかも拾えるサイズが見えております。普通は大きベタの方が大きいんですけどね、例年。あ、ついにイイダコがいい話してますね。ちょっとこれでイイダコの値が下がりますけど、もう全然遅いですね、いい話すのが。もう2月の中ぐらいには話しますけどね、通常。もう2月の頭に話すような年もあります。3月の終わりでやっと話したのは初めて見ました。こちらはワカメで、まあでも童顔が大きい。大きベタよりは。ここでは必ず1番に1匹か2匹おるようです。ここでも。ちょっと遠いんでまた映ってないと思いますけど、オカベタの方が船が多いですね。自分が今やってるオキベタは5隻いるだけです。多分あっちの方が尺出てると思うんですけど、あれだけたくさんいるということは。でもこっちの方が船少ないし楽なんで、こっちをやります。じゃあこれだけいると、エビがこれだけいると結構キョロキョロしながら他の船見ながらやらないといけないんで、エビがこれだけいると結構大変ですね。よいしょ。昼前です。だいたい12時境ぐらいにテナガダコが出るんですけど、そろそろもしかしたらテナガダコが入ってるかもしれません。まだ出てないから、なんか刺さってる感じがないんで出てないかな。塩の代わりなんで魚っ気は出てきましたけど、テナガはまだですね。ちょっと今塩の代わりなんで下り潮になるんで魚っ気が見え出しましたね。しかしシャコは出ないですね。変わり目になっても。あんまりこっちなんかいるとこじゃないんですけど、こっちが見えてますね。正直あんまりいるとこじゃないんですけどね、このダベの方。3つ見えました。あとは赤ゲタ。だんだん潮が変わるんで、ちょっと魚は見え出しましたけど、相変わらずシャコは見えません。あとはエビです。今まで通り動画は見えとります。ここでも見えとるけど、シャコは今見える限りでは一つですね。なんか拾えそうなのは、あとはもうやっぱりこんなちっちゃいのばっかりです。拾えません。来年に期待のやつです。これはよいしょよいしょ。こっちが見えてくれてるのは嬉しいですけど、今日はまだゲタじゃないや、ヒラメ取ってないですね。なんせ4年連続多い年なんで、その5年前まではヒラメなんて1年に5つ取れればいい方でしたけどね。今はもう1日に5つ取れるのも珍しくないような感じですけど、今日はまだヒラメが見えていません。ちょっとヒラメの顔が見たいですね。お、珍しい。ネットの中入ってないですけど、さっき見たことない貝をまた見つけたんですけどね、どっか行っちゃいました。つぶ貝に似たような貝だったんですけど、撮影したかったですけど、ちょっと酔ってたら分からなくなってしまいました。ちょっと曇ってきましたね。まだ全部酔ってないですけど、とりあえず生け物を持っていきたいと思います。おう。
またぎです。さて今度こそ本当にいけるでしょうか、手長だこ。ちなみにこれは爪の上に乗っていました。見えんな、手長。じゃーん、出ました手長。まあ見事に12時がどうやってわかるのか知らないですけど、どうやって12時ってわかるんでしょうかね、本当。本当に不思議でならないんですけど、どうやってわかるんですかね、昼が。燃えてきました。太陽の位置かもしれないですけど、でも太陽の位置は季節によって違いますからね。それでもやっぱ昼前とか12時またぎに出てきますんで、どうやって本当に分かっているのか不思議ですけど、昼前か昼過ぎると必ず出てきますね。7月ぐらいまで手長ダコいるんですけど、昼の量だとこの今の3月の終わりでも7月でも12時ぐらいに大体出ます。朝焼くはもう全然いません。不思議ですね。ガビン夜が焼けました。ガビン果たし状いただいておりますので食べてみたいと思います。まあ果たし状なくてもいただくんですけど、ちょっと待って、これなんでしょう。なんやねん。これもしかして口に合わないって言えばもう一回送ってくれるんじゃなかろうかと考えておりました。果たし状なんでむちゃくちゃリベンジのリベンジあるんじゃないのか、もしかして。なんでやねん。待ってますよ、ミルクさん。肉餃子ですね。美味しそう。肉餃子です。いただきましょう。ミルクさん野菜餃子の方が好きなんですよね。いただきます。あ、なるほど。あ、うまっ。あ、これ何の味？にんにく、ニラ？いい匂いがするのよ、これ何？ニンニク。ニンニク？なんかニンニクのいい匂いも。ニンニクの匂い？いい匂いがします。本当に中華料理屋さんのやつなんですね。美味しいよ、餃子だから。取り寄せて。中華料理屋さんの味です、本当に。皮がさすがにちゃんと自分のとこで。あ、皮自分で作ったのかな、これ。もちろん。あ、そうなんじゃ。すごいな。皮も手製なんじゃ。さすが。皮が美味しいよ、もちろん。うん、皮が美味しい、本当。